あんたの全てが気に入らないんだよ。家族3人で暮らすから、さっさと出て行きな。わかりました。私は自分と娘の荷物を回収し、さっさと出て行った。おい、一体どこに行ったんだよ。お願い、帰ってきてちょうだい。私に必死になって懇願してくる夫と義母。残念ですが、もう私たちは赤の他人ですので。私の名前はのぞみ、38歳の会社員だ。夫の正人とは結婚して5年になる。私たちには舞という4歳になる娘がいて、家族3人仲良く暮らしていた。夫も仕事をしていて共働きなのだが、夫の会社はブラック企業に分類されてもおかしくない感じで、夫はどれだけ残業をしても給料はかなり低かった。だからその分私が頑張って稼いで家計を支えている。それは夫婦として当然だと思ったし、私の方が負担が大きいとかそういうことは考えていなかった。だから問題とは捉えていなかった。私は周りからよく心が広いとか優しいとか言われる。同僚や友達、親からもそう言われるので、きっと性格的に争いを好まないタイプなんだと思う。そんな私には現在困っていることがある。それは義母の存在だ。先日、悲しいことに義父が病気によって亡くなってしまった。すると義母がいきなり私たちの家に転がり込んできたのだ。最初は一人きりじゃずっと泣いてしまうからと言っていたので、私と夫は泊まるのを許可していた。私は1日ないし2日くらいの話だと思っていた。しかし義母は私たちが仕事に行っている間に勝手に大きな荷物を持ってきていたのだ。そしてゲスト用の部屋に自分の荷物を勝手に置いていた。それを見た私はすぐに夫に相談した。ねえ、お母さん、もしかしてこのまま居座ろうとしてるんじゃないの？だが私がそう聞くと、夫はとんでもない発言をしだした。俺が許可したんだよ。これから母さんは俺たちと一緒に住むから。ちょっと待ってよ。どうして勝手にそんなこと決めるのよ。俺の母さんは父さんを失って落ち込んでるんだぞ。息子としてそばで支えてやりたいと思うのは当然のことだろう。それともなんだ、お前は俺の母さんに一人寂しく生きろっていうのか。血も涙もない人間だな。いや、そういうことを言いたいわけじゃ。せめて事前に相談してくれればこんなこと言わないわよ。どうしていちいち俺がお前の許可を得ないといけないんだよ。一緒に住むことは絶対なんだから、さっさと来てもらった方がいいだろ。夫はそう言って怒りながら風呂に行ってしまった。私がため息をついていると、義母がいきなり部屋に入ってきた。お母さん、どうしたんですか？聞いてたわよ。あなた、私のことを邪魔者扱いしてるのね。いえ、そういうわけでは。夫から何も聞かされてなかったので、お母さんが勝手に荷物を運んだのかと思ってしまって。よくわかったわ。あなたは私のことを嫌ってる。嫌ってなんかないですよ。いいえ、嫌ってなかったら、パートナーを失って落ち込んでいる私をすぐに返そうだなんて思わないもの。そんな。夫も義母も被害妄想が強い。そして自分たちのことを棚に上げて、私だけを責めている。私だってこの家に住んでいるのに、勝手に同居を決めたのはあなたたちだろう。これが逆の立場だったら、夫は目を見開いて怒るだろう。どうして私ばかり責められなければならないのだろうか。こうして強制的に義母との同居生活が始まってしまった。のぞみさん、私、朝は和食が食べたいんだけど。私も夫も舞も朝は基本的にパンなんですが。だからなんだっていうの。私は和食が食べたいって言ってるのよ。さっさと用意しなさいよ。そう言って私が用意することが当然だと思っている義母。すると朝に弱い夫が起きてきた。何？どうしたの？
夫が起きてくると、義母は味方がやってきたと言わんばかりに、私を悪く言った。のぞみさんが意地悪をするのよ。え、意地悪？私が嫌がってるのに、パンを食べろって。なんだと？お前そうやって俺のいないところで母さんのこといびってるのか？違う。私はこの家ではみんなパンを食べてるって言っただけで。そんなの強制してるのと同じだろ。母さんは和食がいいって言ってるんだから、さっさと作れよ。そんな。私は朝は自分と夫と娘の3つのお弁当を作っている。そういうこともあり、朝は比較的準備が楽なパンを選んでいた。普段から忙しいのに、その上で義母のために和食を作らないといけないなんて大変だ。だが私がいくら言っても2対1の状況で勝てるわけもなかった。結局、私は義母の言う通りに毎日和食を朝に作ることに。しかも義母は面倒なことに焼き魚を要求してきた。そのため朝早くに起きて魚を仕込まないといけないし、匂いもひどいし後片付けも大変だ。娘はお魚臭いと言って毎朝のご飯を嫌がっている。さすがに娘が辛そうにしているのはかわいそうなので、私は夫に相談した。舞が朝ごはんにおばあちゃんが焼き魚ばかり食べているから匂いが気になって食欲が出ないって言ってるのよ。和食を食べてもいいけど焼き魚ばかり食べるのは控えてほしいんだけど、お母さんにあなたの方から言ってくれない？私も服に匂いがつくから朝ごはんを用意してからじゃないと着替えられないから面倒だし。私がそのように相談すると夫はめんどくさそうな顔をした。母さんが食べたいものを食べて何が悪いって言うんだよ。お前が舞のことをしっかりとしつけろよ。そんな、あの子がトラウマになったらどうするの？和食や焼き魚が嫌いになるかもしれないじゃない。それもお前のしつけ次第だろ。ちょっと、それはひどすぎじゃない？しつけがどうとかという話じゃないでしょ。周りが嫌がっているのに、それを続ける方がわがままよ。うるせえな。俺は母さんが焼き魚を毎日食べてても気にならないから問題ないだろ。いちいちくだらないことで目くじらを立てんじゃねえよ。くだらないことって何よ。だいたいお母さんが同居することもあなたが勝手に決めたのよ。もっと私やマイとの生活を大事にしてよ。はあ？俺が家族のこと大事にしてないっていうのか？本当にひどいことを言うやつだな。お前みたいなやつが嫁で失敗したな。ひどいことを言っているのは一体どちらだろうか。私はどんどん夫に対して失望していった。そしてまたしても義母は私たちの会話を聞いていたようだ。夫がお風呂に入っている時に義母は私のところにやってきた。あなた、また私の悪口を言ったのね。焼き魚を食べることの何が悪いのかしら。お母さん、また盗み聞きしてたんですか？ドアは開いてなかったし、この部屋は防音もちゃんとしている。それなのに聞こえていたということは、ずっとドアに耳を当てていたのだろう。私はそれを想像しただけで気味が悪いと思った。それからというもの、義母と夫は私だけでなく娘に対してもきつく当たるようになった。おい、こんなところにおもちゃを置いておくな。私はゆっくりしたいんだから、もっと静かに遊びなさいよ。休日なんだから娘が遊んでたっていいだろう。夫と義母がそうやって娘を存在に扱うので、私は休みの日は娘を連れて外を出歩くようになった。娘も前までは夫のことを父親として慕っていたが、最近は全く夫に寄りつかなくなった。そして朝食も私は義母と夫の分を早めに作っておいておき、娘とカフェでモーニングをする日も作るようになった。夫と義母はわがままを言うくせに、自分たちがそうやって避けられているのは腹が立つようだ。そうやってあなたが舞を独り占めするから、私とマサトが嫌われるんじゃない。もっと私たちと遊ばせなさいよ。うるさいと言って怒っているくせに、一体何を言っているのだろうか。
だが私が下手に言い返すと、彼らはさらにめんどくさく怒るだろう。それじゃあ4人でどこかに遊びに行きますか？遊園地とかなら舞も喜ぶと思いますよ。遊園地なんて疲れるところ嫌よ。はあ、そうですか。じゃあ動物園はどうですか？動物が臭いから却下。一体何なのだ。それじゃあ水族館は？魚なんて眺めて何が楽しいのよ。本当にめんどくさい。じゃあ一体どこに行きたいんですか？そうね、仏閣巡りでもしましょう。は、早速マサトと予定を合わせないと。ちょっとそれは、舞が退屈になるんじゃ。何言ってるのよ。子供が行ったって楽しいに決まってるでしょ。今度の休みの日にでも行きましょう。のぞみさんは運転をお願いね。はあ、義母とは本当に合わない。っていうか娘と仲良くしたいと言っておいて、娘に合わせるのではなく、自分のしたいことを優先するなんておかしいだろう。そして夫も義母の提案に乗っかったらしく、今度の休みの日に私たち4人で仏閣巡りをすることになった。娘にそのことを話すと、仏閣が何なのかもよく分かっていない上に、夫と義母とお出かけをするという時点で、明らかにテンションが下がっていた。舞、ごめんね。もし楽しくなかったら、今度お母さんと遊園地に行こう。娘に嫌なことを強いてしまい、申し訳なく思いながら、私たちは日曜に仏閣巡りへ。私自身、別に仏閣は嫌いじゃないし、時間があったら行ってみたいとは思うが、行く相手はちゃんと同じように興味がある人とか、一緒にいて楽しい人と行きたい。そして娘があまり乗り気じゃないのに、無理やり連れて行かなければならないのも心苦しいし、私が運転をしなければならないのも面倒だ。また義母はやたらと乗り気ではしゃいでいて、朝早くから出発をしなければならなかった。眠い状態で私は頑張って運転をした。片道2、3時間かけて運転し、ようやく目指していた仏閣へ着いた。義母と夫はテンションが上がっているが、娘は朝早くに起こされたので、すごく眠たそうだ。私も運転をして疲れたので、仏閣を見て回る元気はあまりなかった。むしろカフェとかでゆっくり座って休みたい。だが今回は、義母と夫が娘との時間を作るという名目なので、娘と2人で休むわけにもいかなかった。娘は眠たいのに義母と夫に連れ回されて辛そうだった。午前中に仏閣巡りをして、やっと昼食の時間になった。私は近くにあったイタリアンのお店が良さそうだと思ったのだが、ここでも義母が勝手に決めてしまった。焼き魚が美味しい定食屋があるのよ。私は頭を抱えた。娘が嫌がっている焼き魚をどうして外食先でも食べるのだろうか。だが義母に夫が賛成してしまい、結局和食を食べに行くことになってしまった。そして義母は宣言通り、焼き魚の定食を頼んだ。娘は明らかに気分が落ちている。娘が辛そうにしているのに、義母も夫も気づかずに自分たちだけで楽しんでいる。せっかく気分転換できそうなお昼の時間も、私と娘は全く休まらなかった。そして午後からはたくさん歩き回されて、私も娘も足が棒のようになった。しかも私は運転をしなければならず、本当に疲れた。やっとの思いで家に帰ると、義母と夫は、疲れた、と大声で言った。子供の相手を久しぶりにしたから、ヘトヘトよ。そうだな。二人がそんな会話をしたので、私はぶん殴ってやろうかと思った。私は本当に義母と夫を軽蔑した。二人が合わさると、本当にモンスターと呼べるほどに面倒な存在になる。その後も義母と夫は私と娘を困らせた。娘の元気がどんどんなくなっていくのを、もう私は見ていられなかった。だから私は義母に文句を言うことに。お母さん、いい加減にしてくれませんか？
同居をするなとは言いませんが、自分勝手に生活されると本当に困ります。娘が幼児向けの番組を見たいタイミングに、お母さんがソファーを占拠してずっと韓国ドラマを見ているのも迷惑ですし、日中の私たちが仕事とかでいないタイミングにお昼は必ず出前を取ってますよね。家に1円も入れてないのに、どうしてそんな贅沢ばかりするんですか？朝食のこともそうですが、こんなにも自分勝手に生活するなら出て行ってもらえますか？私は相当ストレスが溜まっていたようだ。義母に向かってそこまで言っていた。すると義母は目を見開き、顔を真っ赤にして怒ってきた。あんた何様のつもりよ。マサトに養ってもらってるくせに生意気よ。養ってもらってる。私も会社員なんですが。あんたの給料なんてたかが知れてるでしょうが。この立派なマンションに住めてるのも全部息子のおかげでしょうが。その感謝もせずに何バカなこと言ってるんだい。もういい。あんた出て行きな。あんたみたいな嫁はこの家の害悪だ。あんたの全てが気に入らないんだよ。家族3人で暮らすからさっさと出て行きな。そう言って私を追い出そうとしてきた義母。わかりました。ですが3人というのは間違いですね。舞は私が連れて行きますから。そんなことをしたって舞は父親であるマサトと一緒に暮らしたくなるだろうさ。どうですかね。でもまずは私が実家に連れて帰りますよ。勝手にしな。ああ、そうそう。そしたらついでにこれも出してきてちょうだい。義母はそう言って引き出しから離婚届を取り出した。夫の欄はすでに記入済みになっている。いつの間に用意していたのだろうか。私はそれを受け取ると、わかりました。出しておきます。と言った。絶対に提出してくるのよ。もう謝ったって遅いんだからね。そうやって勝ち誇った顔をしている義母。夫はちょうど友人と遊びに出かけていたのでいなかった。今がさっさとこの家を出ていくチャンスだ。私は自分と娘の荷物を回収し、さっさと出て行った。そして娘を連れて車で実家へと帰った。途中で親に連絡を入れておいたので、私たちが到着すると親は温かく私たちを出迎えてくれた。そして娘を親に預けてから私はすぐに離婚届を提出。こうして私と夫は離婚が正式に決まった。それから数時間後、夫から電話がかかってきた。母さんから聞いたぞ。お前生意気なこと言って母さんを怒らせたんだってな。ちゃんと離婚届は出したか？もうお前のことはかばいきれないからな。そのように好き勝手言う夫。もちろん出してきたわ。ああ、それとかばってるのは一体どっちだったのか、あなたはすぐに気づくでしょうね。何言ってんだお前。まあいいわ。これで私たちはもう夫婦じゃないから。ああ、よかったよ。舞の親権に関しては俺がもらうからな。それだけは絶対に渡さないわ。そんなこと言ったって舞も俺と母さんとの生活を望んでるだろう。お前に勝ち目はないよ。一体どうしてそんな自信を持てるのだろうか。私は不思議に思いながらも、もう会話をするのも面倒だと思い、電話を切った。そしてすぐに新しいマンションを借りて、娘と引っ越した。それから1ヶ月ほど経った頃だろうか。元夫から電話がかかってきた。おい、一体どこに行ったんだよ。お前の実家に行ったのに、どうしていないんだよ。はい。なんであなたに今住んでる場所を教えなきゃならないの？それは、お前が家賃を支払ってくれないと困るからだよ。夫はよほど切羽詰まっていたのか、そうやって叫んだ。あら、やっと気づいたの？私の方が収入が上で、あの家の家賃も私の収入で支払っていたこと。どうして教えてくれなかったんだよ。あなたには説明したわよ。月30万の家賃の家なんて、あなたの給料じゃ支払えないわよって。そしたらあなたは、
何自分だけ出さないつもりなんだって怒ったのよ。あなたの給料は手取りで18万で、あの家に住むのはまず無理だったから、共有口座の預金などを提示して、借りられるほどお金があることを証明したの。俺もっと稼いでるだろ。あんなに毎日必死になって働いているんだから。夫は私に完全にお金のことを任せっきりにしていたため、自分の給料をちゃんと把握していなかったようだ。本当にアホというか、常識がないというか。あの家の生活を支えていたのは私よ。私は会社員をしながら、株式投資で副収入があるの。そうなのか。だから家賃30万は私が自分の収入から出していたのよ。だけどあなたとは離婚したし、もう家を出たから、家賃はあなたが支払うことになるわけ。そんな。月30万なんて無理だよ。元夫は半べそを書いてそう言っていた。そしてスピーカーにしていたのか、義母の声も聞こえてきた。お願い、帰ってきてちょうだい。いくらでも謝るから。また4人で暮らしましょう。私に必死になって懇願してくる夫と義母。そんな彼らを私は冷たく突き放した。残念ですが、もう私たちは赤の他人ですので、あなたたちはその家に住むのを諦めて、身の丈に合った生活をした方がいいと思いますよ。それはそうなんだけど、私たちもっとお金があると思って散財しちゃって、気づいたら貯金が何にもないのよ。しかもリボ払いがたくさん残ってるし、このままだと家賃を支払うこともできないし、引っ越しだってできないわ。あらら、悲惨ですね。追い打ちをかけるようですが、私、あなたたちの今までのモラハラ発言を録音しているので、弁護士に相談したら、慰謝料を請求できるみたいです。ですので、親権と慰謝料、どちらももらうので、覚悟しててください。慰謝料。そんな。まあ私はもうあなたたちとは他人なので、頑張ってくださいとしか言えないです。でも応援はしたくないので、この言葉で最後を締めますね。ざまあみろ、このクソ親子が。そう言って私は電話を切り、着信拒否をした。そして弁護士を通してやり取りし、娘の親権とモラハラの慰謝料を勝ち取り、完璧に彼らと縁を切った。風の噂では、元夫と元義母は、約1ヶ月ほど漫画喫茶で過ごし、その後は月2万円の家賃の狭いオンボロアパートに、2人で住んでいるんだとか。だが部屋のあちこちがボロボロで、悲惨な生活を送っているようだが、借金を返さないといけないため、引っ越すことはしばらくできないらしい。全部自業自得だし、本当にいい気味だ。一方、私は娘と2人でとても快適な生活を送っている。仕事は安定していて収入もいいし、何よりストレスなく生活できているのが幸せだ。これからも私は娘の成長を見守っていきながら、仕事と株投資の二足のわらじで安定した生活を送っていこうと思う。単刀直入に言うわ。この家から出て行ってくれる？家に金を入れないニート嫁は出てけって言ってんの。この家で迷惑をかけてるのはやっぱりお前だ。それじゃあ離婚したいってこと？まあそうだな。信じられない。夫がここまでバカだったなんて。わかった。私がそう言うと義士が大喜びし飛び跳ねた。やった。これでまた使えるお金が増えるね。私の名前はのぞみ、32歳の在宅ワーカー。夫の正人とは結婚して3年目になる。もともと仕事関係で知り合った夫から猛アプローチされて私たちは交際をスタートさせた。そして1年後に結婚。私は結婚を機に一度専業主婦になった。それは夫が家庭に入ってほしいと言ったからだ。私としてはもう少し仕事を続けたかったのだが、夫に強くそう言われたので辞めることにした。しかし結婚してから2年が経った頃、夫が会社で大きなミスをやらかしてしまったらしく、
減給処分となってしまった。夫もさすがにまずいと思ったようで、のぞみ、パートでいいから働いてくれないかと言ってきた。私は分かったと言い、家事に支障が出ないほどの仕事を探すことに。そんな中、クライアントとフリーランスをつなげてお仕事を依頼、受注できるサービスを発見。今では当たり前だが、その頃はまだそんなに知名度がなかった。私はもともとエンジニアとして働いていたため、ウェブサイトなどを作る仕事があればいいなと思って案件を見たところ、かなり多くそういった仕事が掲載されていた。単価も簡単なものなら1本1万から3万円程度だったので、まずは軽いバイト感覚で始めてみた。とりあえず週に1本くらいやろう。そんな感じで始めたので、とても気楽に作業をすることができた。久しぶりに仕事をしてとても楽しい気分になるし、家事ばかりやっていた分、いい気晴らしにもなった。かなり緩くやっても1ヶ月で8万から10万ほど稼ぐことができ、家事に支障が出ない程度の労力で夫の減給分を賄うことができた。いや助かったよ。まさかのぞみがそんな仕事を見つけるなんてな。夫に感謝されてとても嬉しかった。それに仕事でもクライアントから褒めてもらえることがあり、自分が必要とされているのが嬉しかった。フリーランスでの仕事を始めて1年が経った頃には、同じ労力で月30万を稼げるようになっていた。そうなると生活はとても安定し、貯金もかなりできるように。貯金が増えるとその分いい気分になるので、自然と夫婦仲も良好な状態を保てていた。私は仕事が楽しくなり、少し受注の量を増やした。するとあっという間に収入は増え、自分でもびっくりするほどの額に。だがここで調子に乗ってはいけない。今後、私たちに子供ができたり、何か大病をして働けなくなった時、お金は必要になる。そのため私は生活水準は基本的に今まで通りにして、ひたすら貯金をした。それからしばらくは平和な日常を過ごしていたのだが、ある日夫から話があると言われ居間に呼び出された。どうしたの？何かあったの？それが。夫は険しい顔をしている。もしかしてまた仕事でミスしたとか？さらに減給処分となったのか？俺の実家で母さんたちと同居してほしいんだ。え？もう俺の親も高齢だから心配になってな。父さんもつい最近定年退職をしたし、長男として親孝行してやりたいんだよ。そっか。私はかなり悩んだ。義両親とは別に関係性が悪いわけではないが、そこまで仲が良いというほどでもない。お盆や正月くらいに顔を出すくらいの付き合いだ。ちょうどいい距離感を保てているなという感じなので、ここで同居して距離が近くなるとどうなってしまうのかあまり想像がつかないのだ。私が迷っていると、夫はさらにお願いしてきた。ほら、俺たちまだ子供がいないだろ。親も結構寂しがってるんだよね。孫の顔が見れないこと。そういう親孝行ができてないからさ、せめて一緒に暮らして精神的な支えになってあげるのは大事かなって思って。確かに夫の言うことは一理ある。私たちは結婚して5年になるが、まだ子供ができていない。自然にできるだろうと思っていたが、なかなかできず最近は少し焦っていたほどだ。義士夫婦も結婚して3年になるが、まだ子供ができていないそうなので、確かに義両親は寂しい思いをしているかもしれない。わかった。同居しよう。私は夫の必死の説得に負けて、同居を承諾した。だがこれが人生最大の失敗だったということに後になって気づくことになる。マサト、のぞみさんよく来てくれたわね。早速上がってくれ。これからよろしくお願いします。義両親は優しく私たちを出迎えてくれた。お茶菓子買ってきたからみんなで食べよう。私たちは居間でお茶菓子を食べながら軽くお話をしていた。のぞみさん、本当に同居を承諾してくれてありがとね。いえいえ。
高齢になるといろいろと心配になるもんでな。助かるよ。義両親が優しく接してくれるので、私は同居生活も問題は起きなさそうだなと安心していた。しかし、その時、いきなり玄関の開く音がした。ただいま。ゆか、おかえり。あら、マサトたち来てたの？何言ってんだよ。今日から一緒に暮らすって言ったろ。ああ、そうだったっけ。あ、お茶菓子、私も食べる。で、なんでお姉さんが。しかもただいまって言ってたし、さっきの会話もここに住んでる風だったし。私は小さく夫の袖を引っ張り、小声でどういうことと聞いた。夫はきょとんとしている。のぞみさん、何こそこそ話してるの？いや。ゆかさんはいつからこの家に戻ってきたんですか？何？マサとあんた何も言ってないの？ここで夫が、ああ、そういうことか、と言い、腑に落ちた顔をした。そういえばのぞみにまだ言ってなかったっけか。姉ちゃんは半年前に離婚して実家に戻ってきてるんだよ。そんな大事なこと、なんで黙ってたんだよ。あ、それよりお父さん、また車吸っちゃった。また。義父は慌てて外に出て車の様子を見に行った。どうやらさっきまで義士が借りて運転していたらしい。うわ、また修理かよ。義父はやれやれといった表情をしている。確かに車の修理が頻繁に発生するのは痛手だよなぁと、その時はただ同情していた。いや、それよりも義士のことだ。私はその日の夜、寝室で夫と二人になった時に問い詰めた。お姉さんが離婚して出戻ってたこと、なんで教えてくれなかったの？ごめん、言うの忘れてたんだよ。普通そんな大事なこと忘れないでしょ。別にいいじゃん。姉ちゃんがいたって。賑やかになって楽しいだろ。そういう問題じゃない。なんだよ。夫もそれ以上は話しかけては来ず、気づいたら二人とも眠っていた。翌朝、私は義母にゴミ出しを頼まれたので、ゴミを持って外のゴミ捨て場に向かおうとした。すると義実家に止まってる車を見てびっくりした。なんと義父の車はベンツだったのだ。だから義士が吸ったって言った時に、あんなリアクションをしてたのか。っていうか、それにしても随分と高い買い物をしたんだな。義実家は正直言ってそこまで大きくないし、金持ちという風には見えない。一般的な経済レベルだと思う。見栄で買ったのかな、なんて思ったりした。だがこれは氷山の一角に過ぎなかった。のぞみさん、悪いんだけど家計の管理を任せてもいいかしら。私こういうの苦手でね。お願いしてもいい？わかりました。幸い義実家の人たちはそこまで家事に厳しくないし、私も仕事は落ち着いてやれていたので余裕はあった。だが翌月、引き落としやら請求やらを見て私は驚愕した。義実家の人たちはあまりにも分不相応なお金の使い方をしていたのだ。義母は高い服を買っては、お友達と高いランチなどにしょっちゅう行っているようだ。義父も趣味のゴルフのためにかなりお金を使っている。さらには義士だ。義士は働きもせずに漫画やらゲームやらを大人買いして、また義母と同様に高い服をたくさん買って遊び歩いている。どうやら義父の退職金がそこそこあるからと、羽目を外しているようだ。これを反面教師にして私と夫は今まで通りの生活にしようと心に誓った。そして一応義母にも忠告はしておいた。お母さんたちのお金の使い方だと、すぐにお父さんの退職金なくなっちゃうんじゃないですか。すると義母は笑いながら、そんなことあるわけないじゃないと言い、適当に聞き流してきた。だがやはりすぐに義父の退職金は半年ほどで底をつき、義実家の人たちは大慌て。
しかもそれを家計を管理している私のせいにしてきたのだ。あんたがちゃんと節約しないからでしょ。いや、どう考えてもあんたの金の使い方のせいだろ。一体これからどうしたらいいの？車の車検だってあるのに。義両親はかなり落ち込んでいた。まあ、自業自得なので私は同情はしないが、すると夫がとんでもないことを言い出した。俺がもっと家にお金を入れるから大丈夫だよ。は？何言ってんのこいつ。義両親はパーッと表情を明るくさせた。マサト、いいのかい？ああ、親孝行させてくれよ。お前がいい子に育ってくれて嬉しいよ。自慢の弟ね。それに比べて嫁は頼りないけど。私は再び寝室で二人になった時に夫を問い詰めた。なんであんなこと言ったの？だって俺があの家で稼ぎ頭なんだから、俺が言うべきだろ。そうじゃなくてお金はどうする気？はあ？何言ってんだよ。めちゃくちゃ貯金あるだろうが。え？共有口座に入ってる金額、かなりあっただろ。いやあ、俺いつの間に給料戻ってたんだろ。知らなかったわ。はあ？あれは私の稼ぎなんだけど。何言ってんだよ。お前はパート程度のお金だろ。違うわよ。今はそんなレベルじゃないほど稼いでるんだから。いいから嘘なんかつかなくて。とにかく毎月50万くらい母さんたちに渡すから。え、ちょっと待ってよ。あれは何かあった時のための貯金なのに。母さんたちが困ってる。これ以上の何かあったという出来事はないだろう。夫は私の話を全く聞いてくれなかった。そして本当に毎月50万を共有口座から勝手に引き出し、義母たちに渡していたのだ。私は絶対に貯金を減らしたくないと思い、毎月50万を共有口座に入れて貯金額を戻していた。つまり私が義実家に50万渡しているようなものだ。そしてそんな生活が3ヶ月ほど続いた頃、まさかの出来事が起きた。私がスーパーから買い物に帰ると、義実家の人たちが険しい顔をしながら私を待ち構えていた。皆さん揃ってどうしたんですか？とりあえず座ってくれ。私は言われるがままに席に着く。担当直入に言うわ。この家から出て行ってくれる？え？あんたがいるだけで出費がかさむのよ。は？何言ってんだ。家に金を入れないニート嫁は出てけって言ってんの。義両親も気まずそうにしている。家事をやってくれてるのはありがたいんだけど、それ以上にあなたの分の生活費がかかってると思うとね。いや、私そんな贅沢なんてしてないですよ。それに家にだってお金はちゃんと入れてますし。だから、それは小遣い程度のお金だろ。ちょっと、あなたまでお姉さんたちの味方なの？俺は事実に基づいて喋ってるだけだよ。この家で迷惑をかけてるのはやっぱりお前だ。それじゃあ離婚したいってこと？まあ、そうだな。信じられない。夫がここまでバカだったなんて。わかった。だけど少しだけ時間をくれない？出て行くにしても部屋を探したり荷物をまとめたりいろいろとあるわけだし。まあ、仕方ないな。5日間くらいあればいいか。その間に俺たちは旅行に行ってるから出て行ってくれ。わかった。ああ、あと財産分与はなしでいいか。え？だって俺がせっかく稼いだお金をお前にあげなきゃいけないなんて不公平だもんな。そうね、確かに不公平だわ。いいわよ、財産分与なしで。私がそう言うと義士が大喜びし飛び跳ねた。やった。これでまた使えるお金が増えるね。旅行も楽しみだわ。夫はすでに離婚届も用意していたようで、私はその場でサインをさせられた。あなたたちが旅行に行くなら、これは私が出しておくから。おう、そうか。助かるよ。そして義実家の人たちは翌日から旅行に行った。
夫は旅行のために事前に有給を取っていたらしい。つまり私を追い出す計画は前々から立てられていたというわけか。悲しさはなかった。むしろアホな義実家の人たちから離れられると思うと嬉しくて仕方ない。っていうか自ら財産分与なしって言うとか、本当にバカな夫だな。私はすぐに共有口座から私が自分の収入から入れていたお金をすべて引き出した。そして自分の実家近くにマンションを借り、すぐに引っ越した。それから5日後、旅行から帰ってきたであろう元夫から電話が来た。もしもし。おい、お前、共有口座の金を盗んだだろ。は、盗んだ。人聞きの悪いこと言わないでくれる？ふざけんな。通帳を記帳したらすっからかんになってたぞ。そりゃそうでしょ。私の収入からずっと口座にお金を入れてたんだから。はあ？適当な嘘をつくのはやめろ。あれは俺の稼ぎから入れてたんだろうが。あんたさ、一回ちゃんと自分の給与明細とか見たら。あんたの給料は減給処分をされてから一回も変わってないわよ。え？しょうがないから私の今月の収入証明でも見せてあげる。私はビデオ通話に切り替えて収入証明を見せてあげた。90万。私はこれくらいを毎月稼いでるのよ。だから共有口座にお金を入れてたのは私。あなたの給料なんかじゃ月50万もお母さんたちに渡せるわけないじゃない。そんな。なあのぞみ、離婚は取りやめないか？は？俺、お前が一番大事だってことにようやく気づいたんだ。この流れでよくそんなこと言えるね。金づるとしか思っていないっていう宣言と一緒でしょ。いやそういうわけじゃ。とにかくもう離婚届は出したので、あんたとは赤の他人だから。頑張って一人でお姉さんたちの浪費に耐えてちょうだい。まあ無理だろうけど。そう言って私は電話を切ってやった。そしてすぐに着信拒否をした。その後、元木実家の人たちは大混乱に陥り、翌月の引き落としやら請求やらが支払えず、仕方なく高級ブランド品を売り、義父もベンツを手放して支払いを乗り切ったらしい。だが一度ついた浪費癖はなかなか取れないらしく、また同じような金の使い方をしてしまい、今度はとうとう実家を売ることになってしまったそうだ。元夫からはそういった報告とともに復縁を求めるメールが来ていたが、すべて無視。LINE もブロックして一切連絡が取れないようにした。一方、私は単身者用のマンションでとても平和で快適な日々を送っている。貯金もどんどん貯まる一方なので、そのうち投資も始めてみようかなと思う。ご視聴いただきありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の物語でお会いしましょう。